元チャンネルをご視聴いただいてありがとうございます。元です。今回はフリーハンドでまっすぐな穴を貫通させる方法について解説します。この動画は1年ぐらい前にも作ったんですけど、あまりにも暗すぎてこのままじゃいかんなということで、再度新しく作り直すことにしました。ということで、今回はフリーハンドで木材に穴をまっすぐ貫通させる方法について解説していきます。それでは解説スタートです。まっすぐ穴を開けたい場面っていうと、例えばこういったテーブルのこの足の部分、ここはボルトをまっすぐさせないとこのスムーズな動きができなくなってしまいます。なのでどうしてもまっすぐ穴を開ける必要があります。あとはこういう角材に丸棒を貫通させてフックをかけるバーを作ったり、折り目ナットを入れる穴を貫通させてレバークランプを取り付けたり、 DIY でも穴を開ける場面って結構多くあります。穴を開ける道具でいうと、一番精度が上がるのはボール板なんですけど、 DIY でボール板を揃えるって難しいと思います。市販のドリルガイドも使い勝手はすごくいいんですけど、細い木材とかだと意外と安定感がなくて使いづらかったりします。なのでフリーハンドでまっすぐ穴を開ける方法っていうのは知っておいて損はないかなと思います。それでは早速やっていきます。この角材に 8mm の木工用ドリルを使ってまっすぐな穴を開けたいと思います。まず一番最初のポイントは、表面と裏面に両方に穴の中心点を墨付けします。裏面も同じように。表面と裏面です。あとは両面からドリルで穴を開ければ完成なんですけど、ここで2つの方法をご紹介します。一つはこのまま両面から掘る方法、それと簡単に作れるガイドチグで穴を開ける方法です。これは直角にカットした端材を直角に貼り合わせて作ってるだけのとても簡単なガイドです。このガイドでまっすぐにガイドさせます。この方法はちょうど中心ぐらいで貫通させたいので、ドリルに掘る深さの目印をつけておきます。簡易ジグを使ってやってみます。ドリルガイドを使わないフリーハンドの穴開けとは言っても、
まっすぐの位置を感覚として見つけるのがすごく難しいと思います。なのでこの簡易ガイドがあればまっすぐの位置を保持することができるので、より精度は高くなります。これが 30mm の厚さなんですけど、これが 50mm、10mm とかなってくると、さすがにこの方法ではズレは出てきます。この方法が使えるのは、30mm からいっても 40mm、2x4 ぐらいまでが限界かなと思います。実際穴を開けてみて、それでも曲がってしまった場合の修正方法です。若干ずれてしまった場合はまだ修正が可能です。今の穴が若干こういう傾き方をしています。なのでこの反対側にちょっと力を入れて穴を修正します。修正ができました。あまりやりすぎるとドリルに負担がかかってしまうので、ちょっとした角度のズレであればこういう修正方法もあります。ドリルガイドの制作動画ではスペーサーを活用した 6mm と 8mm のドリルガイド、こちらの制作も配信しています。概要欄にリンクしてますので、こちらもチェックしてみてください。このガイドを使う時もできれば両面から穴を開けた方がいいです。いかがだったでしょうか。ある程度 DIY を進めていくといろんな道具が増えてきて、まっすぐ穴を開ける道具とかも揃ってくるかと思うんですけど、そういう道具がなくても一手間加えるだけでまっすぐ穴を貫通させることはできます。今回の動画を参考にしていただいて DIY を楽しんでください。モットチャンネルではこのような初心者講座やジグ制作動画などを配信しています。またモッツ工房では家具制作や雑貨制作などの動画を配信しています。もしよろしかったらこちらもチェックしてみてください。それでは次回の動画でお会いしましょう。ありがとうございました。